疲れ様です。よし、よかったらこれどうぞ。ありがとう。相談なんですけど、新しいカメラをダメ。はいどうも、こんにちは、オックスアウトです。いやーね、分かる人には分かってもらえると思うんですけれども、カメラってやっぱね、言ってもなかなか結構お金がかかる趣味なわけじゃないですか。どんどんね、自分のスキルが上がっていって、このやりたいことがね、こうどんどん増えてきたりすると、それは新しいカメラだ、レンズだとか、ドローンだ、ジンバルだ、ライトだとかつって、機材にね、投資をどんどんしていく必要があったりもするんですけれども、で、僕はね、このカメラっていう趣味を始めた時に、なんとかしてこの投資した分を回収するために、マネタイズできないかっていう方法は結構早い段階から模索してました。ただ本業でやってるわけではないので、その時間をお金に変えるっていう考え方じゃなくて、なんかそれ以外の方法でマネタイズできないかなと思って、僕は結構デジタルコンテンツの販売に力を入れてました。で、今日はですね、そのマネタイズの方法の一つとして、誰でも手軽に始めることができる、Adobe Stock っていうサービスのね、紹介をしていきたいなというふうに思います。すでに Adobe のクリエイティブクラウドを使っている方であれば、Adobe Stock のお世話になってるなんていう方もね、多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、聞いたことないっていう方のために、簡単に紹介すると、Adobe が運営している、写真だったり動画だったりイラストだったりっていうような、その僕らが普段何かを作るときに、素材となるような、デジタルコンテンツっていうのを買って使うことができるっていう、サービスになってます。通常であれば、多くの人はですね、そこの Adobe Stock から素材をこうダウンロードして使う側の立場かなと思うんですけれども、そっちじゃなくてその素材を提供する側の立場になることによってそこからね収益を得ることができます。皆さんハードディスクの中に、過去にこうインスタグラムとか YouTube とかに投稿したデータの中で使わなかったクリップであったり、使ってたとしても、もう別にそれはもう必要ないよねっていうデータがハードディスクの中に眠ってないですか？僕もねもう何テラバイトって言って大量にあるんですよ。ただ単にこう眠らせとくだけであればずーっとこうハードディスクのスペースを食い続けるだけのものになっちゃうんですけれども、そのデータを Adobe Stock に預けることによって、自分が時間をかけなくてもこの売買っていうのがどんどん成立していくので、皆さんがこれまで取りためてきた資産ですよね、言っちゃえば、そういった資産を、マネタイズすることができるっていうような部分で、これはね結構一つ魅力的なマネタイズの方法なんじゃないかなというふうにね思います。じゃあこの後なんですけど、僕がその Adobe Stock を使って実際にね素材データっていうのをアップロードして、販売できるようになるまでっていうのを皆さんにねお見せできればなというふうに思うんですけれども、でその前にちょっと1点だけ僕ねこの動画で皆さんがね Adobe Stock を始めることによってもう毎月こんなに儲けられますよみたいなねことを言うつもりはなくて、あくまでそのマネタイズの方法の一つとして紹介したいっていう、趣旨の動画になります。じゃあねちょっと前置きが長くなっちゃったんですけど、早速やっていきたいなというふうに思います。今ね見てるのが、Adobe Stock のトップページになるんですが、右上を見てみると作品投稿っていうボタンがあるんですけど、これをまずポチって押してあげるとですね、こういったページに来ます。で Adobe Stock を利用するには、Adobe のアカウントが必要になるんですけれども、まだねもうお持ちじゃないっていう方であれば、この左側の参加するっていうボタンを、ポチって押してあげるとアカウント作成画面に行くので、この手順に従ってアカウントを作成してください。ですでにアカウントを持ってるっていう方であれば、この Adobe ID をリンクするっていうボタンをこう押してあげるとログイン画面が出てくるので、メールアドレスとパスワードを入力することによってこの Adobe Stock クリエイターとしてアカウントを紐付けることができます。でここから、どうやって作品を投稿していくかっていうと、右上にこれもねアップロードっていうボタンがあるので、これをポチッと押します。はい、で今見てるのがこれがですね、その作品をアップロードする画面になるんですけれども、写真であれば、2種類のねアップロード方法があります。単純に、ここにね、そのアップロードしたいファイルっていうのを、ドラッグ&ドロップして登録するか、もしくはですね、ライトルームから読み込みっていう機能があって、これがめちゃくちゃ便利なんですよ。
で皆さんが普段ねこう写真を撮ってきてライトルームに取り込んだ時に撮ってきた写真っていうのを整理するじゃないですか。その時に、アルバムを作っておいて、でこの写真は販売してもいいかなっていう写真があったら全部その中にこうポンポンポンと放り込んでいくんですよ。で、このサイトに戻ってきてですね、このアルバムを選択っていう画面を押します。そうするとなんとそのライトルームに登録されている全てのアルバムが一覧でここにガーッと出てくるんですね。で僕も今回とりあえず投稿するようにAdobe Stock っていうアルバムを作っておいて、今その中に2枚写真が入ってます。なので、これをですねポチッと、クリックしてあげて、アルバムをアップロードというボタンを押します。そうすると、今ライトルームからアップロードが進行中です。準備でき次第メールでお知らせしますっていうことなので、しばらくすると、メールが来るんでしょうね。はい、じゃあそしたらさっき取り込んだ写真っていうのが、これとりあえず画面に1件上がってきたので、ちょっとねこれで進めていきたいなというふうに思うんですけど、登録されるとね今見てもらってるような画面になります。でこの右側の方にねこの写真が一体どういったものなのかっていうのをねいろいろこう登録していくことになります。ディスクリプションとかキーワードを登録していくことによって写真を探してる人がこう検索するときに見つかりやすくなるっていうようなものになっているんですけれども、今ねちょっとねなぜかこれ僕のやつがね全部英語になっちゃってますね。で英語になってる場合なんですけど、この入力言語っていうところを一旦ですねイングリッシュから日本語にしてあげますと。で、下の方にグッといくと、このね自動キーワードの更新っていう風にこうあるのでポチッと押してあげると、はい、ここにですね23個キーワードが、自動的に、ついてます。これはねやっぱり Adobe が誇る Adobe 先生の AI の力によってこの写真の中に一体何が含まれているかっていうのを、こう自動的に判別してキーワードを全部つけてくれるっていう感じになってますね。これ見てみると結構ね精度高いですよね。一番最初は女性ってなってるので、女性のポートレート写真なんで女性とか、人々っていうか、人は一人しかいないので、人々は違うかなっていう気はするんで、そうした場合は、ここにね適切なキーワードに書き換えてあげる、もしくは単純に削除しちゃうんですね。これ例えばこの×ボタンを押すとポチッとすれば消えるので、はい。で夜、夜景なんで夜ですね、この写真は。ビジネスといえばビジネスにも見えなくはないからOK かなみたいな、そんな感じでこのキーワードがあるので、これを適切にこうつけてあげるといいと思います。であとはですね、ここタイトルですね。例えば、窓際夜景をしている女性とか。この写真がどんなものかっていうのが、言葉で説明できればいいと思います。で、最後にですね、この特定できる人物またはプロパティですかっていう質問があるんですけど、これが何かっていうと、販売するにあたりこの写真には、写っていいものと悪いもの、もしくはちゃんと許可を得ているものかどうかっていうところが、ちゃんとね、証明できるようにする必要があるんですけれども、特にポートレート写真の場合ですと、その人のちゃんと許可を得てますかみたいなところをね証明する必要があります。特定できる、人物、またはプロパティですかって言ったらはいと。この新しいリリースを作成って押して、一番簡単なのはですね、この新機能って書いてある Adobe Sign でリリースを作成するのかなっていうのが、一番楽かなと思います。で、この画面に来たら、ここに2つ、モデルリリースっていうのとプロパティリリースっていうのがあります。で、今回は、ポートレートで、その人物の、リリースを作成するので、モデルリリースの方で大丈夫です。で、その時に、写っている人、今回であれば、僕の奥さんの名前ですね。名前を入力するのと、あとはメールアドレスを、入力しますと。はい。で、モデルが未成年の場合は、モデルの親のメールアドレスになりますね。で、一旦こんな感じで入力したら、最後にね、このモデルのポートレートを添付っていうのを押して、で、こんな感じの、顔が写ってる写真を選んであげますと。全部入力できたら、このレビューリクエストをポチッと押してあげると、最後に確認画面が出て、で、それで問題なければ、ここの入力したアドレスの方にですね、このフォームっていうのが飛んできます。で、モデルさんに、連絡して、そのフォームに、サインしてねっていうような形でやると、Adobe Sign なので、全部この、デバイスの中で、紙とかに印刷したりとか、なんかしなくても全部済むので、非常に簡単です。リリースの方の、準備ができたので、これでね、この右上のね、1点審査に提出っていうボタンを押せば、問題なければ無事ね、販売を開始する準備ができましたということになります。もう1点、動画だけは、アップロード方法が違うので、ちょっとそこだけね、ご紹介すると、ここにファイルをドラッグ&ドロップするっていう形じゃなくて、SFTP を使用します。
でこれで販売したいものを全て審査に出すとだいたい1週間ぐらいでその審査結果が返ってくるみたいなので、じゃあちょっとね審査が完了するまで待ちたいなと思います。さあどうなるかな。はい、そしたらね、無事審査自体は通りまして、すべて、僕がアップロードした、素材っていうのは、今、ストアに並んでるような状態になりました。大体かかった日数が3、4日ぐらいで、写真自体はね、3日目ぐらいで、すべて通ったんですけど、動画はもうちょっとかかって、プラス1日、2日ぐらいですかね。なので、長くても1週間あれば、全部ね、その素材っていうのは、ストアに並べて販売を開始することが、特に問題なければできるはずです。この Adobe ストック見てみると、とにかく素材の数が多いので、求めてる人にちゃんとね、見つけてもらうっていうことが重要になってくると思います。で、そのためには、お見せした通り、タイトルだったりだとか、あとキーワードですね、ここを、しっかりつけていくことが重要かなというふうに思います。何個か写真だったり動画だったりを登録したからといって、いきなり大きな売り上げにつながるっていうわけでは正直ないと思います。やっぱりコツコツとその数を増やしていって、1ヶ月あたりの売れる、数っていうのをどんどん稼いでいくっていう方法がね、大きな収益を得るにはね、一番の近道なんじゃないかなっていうふうに思います。皆さんのそのハードディスクの中に溜まってる素材で、販売できるものっていうのをこういう形で Adobe ストックに、預けることで、世界中のクリエイターに販売してくれるプラットフォームっていうことで、一つのマネタイズの方法としてはすごくね便利なサービスなんじゃないかなというふうに思います。で、あとはカメラでねお仕事をしたことがないっていう方、この Adobe がちゃんと審査してくれるっていう仕組みがですね、実際に今度お仕事するって言った時に、その感覚が役に立つんじゃないかなっていうふうに思います。例えば背景とかに、他の企業のなんかロゴとかが出てたら、これはダメなんだとか、街中で通るとどうしてもなんか人が映り込んじゃったりだとか、車のナンバーが入ってるとか、そういうのって基本的に全部 NG なんですよ。普段趣味として撮ってる分には全然 OK なんだけれども、仕事としてやる部分にはこういうところが引っかかってくるんだみたいな、そういう感覚を養っていくための方法の一つとして、この Adobe ストックを活用するっていうのもね、一つはありなんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、今日の動画はこれで以上となります。これがですね、皆さんのそのマネタイズに向けてのね、第一歩となれば幸いかなっていうふうに思うのと、あとはですね、ちょっと腕試ししてみようかなみたいな、そんな気持ちでちょっとねチャレンジしてもらえると本当にねありがたいかなというふうに思いますので、はい、というわけで本日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。